自分の意見がないという男性ですね。26歳男性、会社員の人です。症状としては、お悩みの症状としてはですね、自分の周りの同期の友達とかは会社で何かを聞かれても、会社なのかな、どんなシチュエーションでもそうなんですけど、同期の友達とか会社員の人とかは何か聞かれたことに対してどんどんアドリブで意見を言うことができる。でも自分はうまく意見をまとめて言うことができない。それどころか自分の意見というものをはっきり伝えることができない。でどっかこういい人ぶって俺はこう思うよ、僕はこう思うよってことをなかなか言えない。自分のアイデアっていうのがひょっとしていい意見じゃないってみんなに取られたら嫌だなって思う部分もあったりして、ちょっといい格好もしちゃうところもあって、自分の意見っていうのははっきり主張できない。さらにいろいろみんなが意見を言ってる時に自分の意見がないなっていうことに気づいてしまう。で逆にすごいな、みんなすごいな、へえなるほどってみんなの意見に感心してばっかりで、自分の意見っていうものを持たない、言えない。でもこんなんじゃいけないと思うので何とかしたいと。どうしたらもっと自分の意見っていうのを持ってそれをうまくまとめて人に伝えることができるでしょうかっていうお悩みです。何かいい練習方法はありますかっていうお悩みです。この人の問題なんですけど、西洋的な教育、自分のことを主張するっていう考え方が入ってきてから余計こういうタイプの人って生きづらさを感じているのかなと思いますね。なんか意見をバンバン言うとかね、うまいこと喋るとかね。で実は私もこうやってペラペラ喋ってるようで、やっぱり小さい時から喋らなきゃいけない、人の前で自分が何かを話すことをまとめて話さなければいけないっていう環境に放り込まれたので、実は話すことってあんまり得意じゃないと思ってるし、好きかって言われたら結構一人で淡々黙々としてることの方が好きだったりもします。なので強制的にこういう人の前で話さなければいけないという環境に放り込まれて、うまくは今でも喋れません。上手に何か誰かに伝えるっていうのはやっぱり今でもできません。反省だらけです。でも少しずつ練習してそれなりに誰かに何かを伝えるっていうことができるようになってきたのかもしれませんね。でそういう私が見て思うのは、やっぱりね、何でもバリバリ人の前で理路整然ときちんと物事を伝えられる、これ仕事にとってはメリットにもなりますけど、不器用でも伝わる人っているので、上手にうまいこと「はい私こういう意見があります」ってビシッと答えられなくっても別にいいのかなと思ってます。で生実家、言わなければいけないことはやっぱり言った方がいいと思いますけど、言っちゃいけないことまでペラ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 喋る人って言いますよね。すっごい何でもかんでも「ああそれねそれね僕こう」とかいう人より、なんかこうあまり喋らない人って変な癖持ってるよりない方がいいのかなと思います。でその上でね、やっぱり仕事に差し支えるとか自分が何とかしたいっていうんであれば、やっぱりそこは練習したらいかがかなとは思いますね。マイナスにはなりませんよね。むしろいいメリットも出てくると思います。で自分の寡黙なところっていうかねがありながら、それでいて意見を求められて自分の意見も言えるってなったらそれはいいと思いますよね。で、処方箋、まずね、私この人を話聞いててすごいなと思ったところがあります。それは自分の意見がないっていうより、いろんな人の意見を聞いてて、あ、すごいなとかね、なるほどなって思うってすごいことなんですよ。一生懸命自分の意見を言って自分の我を通し、意見を言ってるようで我を通そうとしてるっていう人ってすごく多いんですよ。でそういう人っていろんな人と議論してる時に、この人がこういうこと言ったらその意見に負けたくないから自分がこういう意見を言うって、それ意見があるようでいて、ただ単に自分が我を通したい、自分の言ってることを認めてほしいっていう、でそういうために言ってる人っているので、いろんな人たちのことをなるほど、すごいなって言ったら社長さんとかになるといいですよね。
なんかいろんなことを社員がね、こう思いますこう思います、おおいいないいなそれやってごらん、いいねこれやってごらんって、優秀な社員を雇うことができたら、その人多分社長さんとして大成すると思います。俺はこうじゃなきゃいけないとかいうことを言うよりもね、まあでも本当そんなことでね、言いたいことを言えないっていうもどかしさはありながら、でも人が話したことに対していいねって思う、なるほどって思うっていうこの感覚はすごく大事なことなので、そこは大切にしていただいた上で自分が思っていることを整理して伝える。もっと言うと、そもそも自分が思っていること、感じていることってどういうことを感じているのかなっていうところに意識を向ける。これはやっぱり自分自身のことを知るという意味でとても大事な作業だと思うし、自分が生きやすくなりますから、練習してみたらいいと思うんですね。で、おすすめなんですが、自分史、自分っていうものが生まれて今に至るまでの自分の歴史っていうものを書いてみるということをおすすめします。で、その上で書いてるうちに、こういう時にこういうことあったな、この時にこういうことを思ったなっていうものは、自分の歴史を書いていくとね、思い出すんですよ。で、それが事実あったことを淡々と書いてみて、そこに付随する自分の感情とかいうことが今度思い出されて出てくるんです。なんかあの時ああいう感じだったな。で、それを今度言葉にしてみるんです。自分史を書いて、その自分史の歴史の中で時々思い出に残っていることっていうものに対して、そこに対して自分の感情とか自分の思ったことっていうのをもし思い出されたら、そこに書くんですね。そういうことをすることによって、自分の歴史、自分のことって自分が一番分かってるし、自分しか分からないので、人のことに対して意見っていうのは難しいと思います。でも自分のことに関して思い出して、それを書くっていうのはできると思うんですよ。で、これに対して自分がどう思ったのかってことを全く1ミリも何も思わずに人生過ごしてきてるはずはないので、それをうまく思い起こせないだけ、うまく表現できないだけなんです。ですから私たちは実は何も考えてないように言って、全ての言動にその裏にね、自分なりの哲学とかフィロソフィーがあるもんなんです。で、それをうまく言えないけど、その自分なりの感覚に従ってチョコレートパフェかイチゴパフェを選んでるってことです。喫茶店に行って、それを感覚に従って、コーヒーにミルクは入れますか、砂糖は入れますか、いやブラックでっていうか決まってるんです。それが全部自分のこれまで育ってきた背景とか経験してきた中で身についてきた自分の意見なんですよ。わかりますか？コーヒーはブラックにしますか、それとも砂糖かミルク、砂糖とミルク入れますか、いやいやブラックで、これ意見なんです。みんなそうなんです。みんな誰かの影響を受けて、誰かの言葉を知らないうちに自分の中に取り込んで、コーヒーをブラックですか、砂糖ミルク入れますか、これ誰かの影響、それがいつの間にか自分の中に取り込まれて、自分のフィルターを通して自分の意見になってるんです。で、このプロセスっていうのをもう一度練習してみることによって、自分の思っていることっていうのを客観的に観察にして言葉に落とし込むことができるっていうことが可能になっていきます。整理します。自分史を一回書いてみてください。自分の歴史ですね。生まれた時どこに生まれて、両親はこういう両親で、どこどこの小学校行ってこういう学校の先生で、小学校の時仲の良かった友達はこういう友達で、何々部に入って、サッカー部に入ってね、でこういうふうで、こういう出来事があって、試合の時こういうことをしてね、試合の前日にせっかくレギュラーだったのに怪我をしてしまって出れなくてすごい悔しかったとか、そうだんだんこう事実に対してですね、感情とか思いとか感覚っていうものが出てきますから、それを綴るんです。で、これが言葉で必ずしも表現できなくてもいいんです。絵が得意だったら絵にして表現してもいいんですね。それからなんていうんですかね、絵じゃなくて態度で示してもいいんですね。いろいろと自分の意見というのは必ずしもペラペラと、なんかテレビのお笑い芸人のように、すごいあの人たち上手ですよね、トークが。あんなに上手にオチを作ってテクニカルに話せる必要はないっていうことです。
不器用ながらまず自分史を書いて自分のことが表現できるようになってほしいんですね。自分がこういう時にこういうふうにして思った、自分はこういう時にこういうふうにして感じた、それをうまいこと言えなかったら書く、ね、喋るの苦手だけど書くの得意という人いますから、ね、書くのも OK なんですよ。自分の意見っていうの。その時話し合いに参加できなかったら後で時間を置いて自分の意見っていうのをまとめてみて、あの時はあまり考えてなかったんですけど後で考えてみたらこういうことを私は思いましたっていうのを後で提出するというのもありなんですよ。ね、もしくは自分が言葉で言えなかった、さっき言ったように絵に描いてみるとか、自分が態度で表現する、ね、例えばこれも意見なんですよ。どういうことか、誰かの話を聞いてて誰かの、意見を聞いてて「お面白いな」とか「わすごいなすごいなこんなこと言えて」って、ね、もしそういうことがあったとします。そしたらその意見が何かのプロジェクトに採用された。自分は自分の意見を持ってないけどその意見に対して賛成だなったら、どうやってじゃあ自分を表現するのか。そのプロジェクトが決まったら一生懸命手伝うんです。自分がうわいいなと思った意見に対して積極的に手伝おうとする。うまく言えないけど、これは自分の感覚に従って態度で自分の意見を示しているということなんですね。自分が憧れるもの、自分がいいなと思うもの、そこに飛び込んでいって無言で手伝う、参加する、参画する側に回る、企画側に回る、これは立派な自分の意見です。態度で示す意見なんです。だから本当に言葉が苦手な人、いろんな人いますけれども、それをマイナスに思う必要は全然ないです。ちょっとうまいことそれでも喋れるようになりたければ、先ほどの自分史を書く、それに付随して出てくる自分の感情を言葉にする練習をする。その上でいざとなった時にあんまり言えなければ、ね、いい意見が出た時に「おお僕それいいと思います」、これは意見です。誰か他の人のアイディアに自分も賛同する、立派な意見なんですね。から、そんなことを積極的にやってみてください。やってるうちに自分の感情が見えるようになってきます。その上で、最後にもう一個だけ、自分がこの人の話し方好きだな、この人の意見の出し方好きだな、この表現好きだなっていうことを集めるんです。私も喋ってるようで、実は自分の中にこれまで出会ってきたさまざまな先生とか、いろいろ人前で話をする人とか、テレビの中で見た人とか、うわこの人の表現好きだな、うわこの人すごい説得力あるな、うわこの人なんか熱をビンビン感じるなとか、いろんな先生がいるんです。でそういう先生のこういう表現、こういう表現の仕方、こういう言葉遣いというのが知らないうちに自分が憧れて、それが入ってきて、でそういったことを思い出しながら、今はあんまりそんなこと考えてませんけど、一生懸命自分が言わなければいけないこと、言いたいことを人に伝えるっていう、実は練習をしてきたんですよ。だからそれが言えるようになった。最初は真似から始まります。自分が憧れる人とか、面白いなと思う人とか、この人の意見いいなと思う人の表現とか意見とか言い方とか喋り方とか書き方とか、そんなことを、真似して少しずつ練習されたらどうかなと思います。今変な癖がついているよりも全然ゼロっていうのは、これからの伸びしろがこんなにあるっていうことなので、素晴らしいことだと思います。まだまだ社会人として人間として成長するっていう、そういう余地がたくさんあられる方だと思いますので、ぜひそんなことでね、表現の勉強をしたいなと思ったのがチャンスだと思いますから、この表現にはさまざまな形があるっていうことを知って、自分の得意なことっていうのを少しずつ作っていかれるといいと思います。必ずしもうまいことしゃべるっていうのがいいこととか素晴らしいこととは限りません。書ける、絵にできる、手伝うこと、協力することによってその人の意見をサポートする、アイデアをついていく、これも立派な自分自身の表現の一つということを
覚えておかれるともうちょっと気楽に生きられるかなと思います。